で評価してっていいですか？一個ずつ評価をしていっていいですか？システムに。個人的評価。はい。個人的な意見。3段階評価で。いや、5段階評価にしますか。5段階評価で、投げ、システム、4です。これね、まあ、4って、かなり高評価っす。で、これなんで4なのかっていうと、まずやっぱ一番大きいのは、間合いが広いっていうところが個人的には好き。なんか、そのスト4とかスト5って、立ち回りの投げがほぼ意味なかったんだよね。もうなんか密着でのタクルっていう用途でしか使えなくて、なんか固まってるんだったら、じゃあスッと投げに行くぞみたいな役割がなかったんだよね。まあ、スト2とか、足の速いゲームだと、まあ、投げ回りはスト5、スト6ほどじゃないにしても、投げが結構決まったんだけど、立ち回りの中で投げっていうものがなくて、それがちょっと俺は、なんか用途狭いなっていう。そういう人はあんま好きじゃなかったんだけど、投げ前が広いっていうのはまず一つ。で、もう一つは、投げにもカウンターがついたっていうことでね、パニカン、これはね、すごく、いいと思いますね。投げにカウンターがついたっていうのは、やっぱ面白い要素かなっていう。だから十分投げでリターン取れますよっていうのは、まあ、俺結構投げってそのゲームの面白さを左右する部分だと思ってるから、これは4点。で、なんでじゃあ5点じゃないのかっていうと、隙がでかいのはいいんだけど、結果として、攻めの投げもリスクが出るようになっちゃってる。バックステから小技が入ったりするっていう攻めの投げもね、ちょっとリスクが増してるのが、ちょっとまあ気になるかなっていうことで、星4つです。惜しいですね、これ。もうでもほぼほぼ5でいいんじゃないかなって。もう星4つですね。惜しい。実に惜しい。でドライブゲージ。ドライブゲージの点数は、5点。これは5点あげましょう。まず、ですね、理由があって、俺の中にある格闘ゲーム、まあいい格闘ゲームの条件っていうのが、積極的に動いたやつが勝つのがいい格闘ゲームっていう、まあ、のがあって、で、それで言うと、ドライブゲージは積極的に動いたやつが得をする。そこはね、マジで、ようやくやってくれたなっていう感じだね。カプコンようやくやってくれたなっていう。結構ね、まあ、何もしないのが強いとまでは言わないけど、やっぱ消極的に、なんかじっくりじっくり、ちま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 っていう風に、やらざるを得ない、のが続いてたんですよ。スト4、スト5って。で、これって、別に俺の目線だけで言ってるわけじゃなくて、初心者がパッと遊んだ時に、なんかやっちゃいけないこと多すぎて窮屈だなって感じる原因になるんだよね。でもそれがないっていうのは、なんかとりあえず、なんかいろいろ返されちゃうけど、結果として自分がすごいガンガン攻めてるから、ラウンド取れましたみたいなゲームの作りになってるような気がするんだよね。だからこのドライブゲージっていうのは、すごいいいなっていう。で、あとね、早いのもいい。開幕持ってるっていうのも、なんかいいなって思った。まあドライブゲージの部分だけで言うと、開幕にあって、前に歩くと溜まりやすくて、頭で回復しやすくて、で、相手の攻撃をガードすると減る。っていうのは、めちゃくちゃいいなと思う。すべてが積極的に動けっていう風に、なんかこう、言われてる感じがするから、メーカーから。まあそのコンセプトってことを考えると、5点。5点です。はい。で、次、パリなんですけど、まあここバランスの話になっちゃうんですけど、まあ3ですかね。まあ可もなく不可もなくかなっていう。で、いうのは、パリって結構嫌いな人多いと思うし、俺もあんま好きじゃないんだけど、なんでじゃあ2や1じゃないのかっていうと、正直、普段の立ち回りっていうのが結構地味なんですよ。地味っていうか、まあ地上戦主体だから、なんだっけ、通常技のフレームが
なんかマイナスの理由もあって、結構なんかこうちまちました展開になると思うから、これパリがないとちょっと渋すぎるかなっていう、地上戦ちょっと渋すぎることになっちゃいそうな気がするから、まあ、これぐらいのランダム要素はないとかえって飽きが来ちゃうかなっていう、気がした。まあもちろんその体験版の時点での話で、もしかしたら今後パリがすげえ伸びちゃって、パリゲーじゃんみたいな、ことになっちゃったら2とか1とかいう評価になる可能性もあるけど、まあ現時点では、あっていいんじゃないかなっていう。あとそのパリそのものは俺別に、まあどっちでもいいかなっていう感覚なんだけど、パリダッシュめちゃくちゃいいね。パリダッシュがめちゃくちゃいいから、3。ないしは4だね。パリダッシュも含めるともしかすると4になるかもしれない。パリダッシュってさ、要は、まあ、追撃判定があるとかっていうのも、まあ楽しい要素なんだけど、要は、ランなんだよね、あれって。カプ S2 とかでさ、N グルとかさ、あとなんだっけ、S グル、K グルについてはラン。で、俺結構前から言ってると思うんだけど、ランの方が面白いのよ。格闘ゲームって絶対。まあ、ギルティとかもランだし、ね、絶対ステップよりもランの方が楽しいに決まってるんだよね。だからこれね、パリダッシュじゃなくて、普通のダッシュもランでよくねって思ってる。実は。パリダッシュは追撃判定が出るっていうのは別にいいと思うんだけど、追撃判定つけなくていいから、普段からダッシュって、まあパリダッシュほど速くなくていいから、ランでよくないっていう風に俺は思ってる。っていうかそれはずっと言ってる。ステップにする意味って多分ないから。で、スーパーアーツ。まあこれは使用含めってことですかね。使用含め、まあ持ち越し、ゲージ3本とかなんとかうんたらかんたらなんですけど、これは5段階評価で、5です。実はスーパーアーツも個人的にはめっちゃいいなと思ってて、そう。ただね、これなんでスーパーアーツがいいかっていうと、スーパーアーツとそのドライブゲージが、まあ、分かれてるじゃん今回明確に。でこう分かれてる意味って何なのかなってちょっといまいちよく分かんなかったよ。別にドライブゲージでスーパーアーツ出してもよくねみたいな。っていうので俺やるまでなんで分けてんのかなっていう感じでちょっと不思議だったんだけど、やってみて補助なんだと思ったんだよねスーパーアーツって。結局だからスーパーアーツで当ててる最中はさ、自分のドライブゲージが回復して相手のドライブゲージが減ったり回復しなかったりっていう、だからそのあくまでドライブゲージが主役っていうのは変わってなくて、そのドライブゲージと絡めてよりそのなんていうのかな、勝ちやすくするための補助。スーパーアーツ最初見た時にさ、なんか威力低くねって思ったの。なんか3本ゲージなのにすげえ溜まりづらいじゃん。3本ゲージなのにっていうか3本溜まりづらいのにさ、3本スパコンとかもスパコンっていうかスーパーアーツもあんま変ないじゃん。これどうなのかな、なんかちょっともうちょい減ってもよくない、こんなにたまんないんだならと思ったけど、なるほど、ドライブゲージ回復するからそういう役割なんだな。自分のドライブゲージ回復して相手のドライブゲージ減らすからこのダメージなんだなっていうのが分かって、すげえ面白いじゃんと思った。スーパーアーツが強すぎなくて工夫次第っていうところがめちゃめちゃいいね。ちょっとでもクロート好みすぎるかなっていう気もしたけどね。俺はめちゃくちゃいいと思ったけど、これ初心者スーパーアーツ使いこなすのむずくねっていう、ちょっと思ったそれは。で次、ドライブインパクトですかね。これは現時点でバン、将来的な予想も込みで2っす。これはねちょっと低めにします。これ理由はせっかく入った今回システムで結構目玉のシステムだと思うんだけど、ちょっと用途が狭い。画面端で相手がバーンアウトした時に強制的にスタンさせたりとか、あとはそのカウンター取ったりっていうことなんだけど、カウンターってことに関して言うと、インパクト当てた時もインパクト返しされた時もリターン一緒なんだよね。ってことは後出しじゃんけんのがいいに決まってるから、基本先打ち弱いんですよ。でもう一つちょっとあんま良くないんじゃないかなと思ってる理由が、
これ初心者帯は結構機能しちゃって、で上に行けば上に行くほど多分通んないみたいな技で、なんかだからベガのスキル2とかホンダの100貫落としとか、なんかそういう初心者狩りの技になっちゃうんじゃないのかなっていうのが俺のなんか印象だったんだよね、インパクトの。せめて通常技キャンセルでインパクト出ないようにするとかにしないと、ちょっとインパクトなんか死に技、本当にバーンアウトした時に端追い込んで打つためだけの技になっちゃいそうで、ちょっと用途狭いかなっていう。でドライブラッシュですかね。ドライブラッシュ、はい、じゃあいきます。ブルルルルルドン。これね 4.5 です。いきなり点が出てきました。いや基本的にはいいなと思ってるんだけど、これなんで 4.5 にしたかっていうと、なんで 4.5 にしたかっていうのとですね、まあこれも変わる可能性あるんだけど、5って言おうかと思ったの。ドライブラッシュ5って言おうと思ったんだけど、ドライブラッシュがなんか用途が広すぎて、なんだろう、なんか目立ちすぎてないかなっていう印象が俺はある。なんかとりあえずドライブラッシュでゲージ消費でよくねみたいな感じになってて、まあそれがいいことって言えなくもないから難しいんだけど、評価。なんかまあこれもゲームが進化していったら変わる可能性あるんだけど、まああくまで現時点での感想です。ちょっとラッシュなんか万能すぎねえかっていう。まあ楽しいんだけどね。楽しいからいいんだけど、それこそなんかリバ打つぐらいだったらラッシュだよねって思っちゃうよね。リバ打つんだったらラッシュでしょっていう。まあって考えるとちょっとまあ微妙かなっていう。まあ、だからラッシュが微妙っていうより、なんかまあ他との比べた時だよね。インパクトとかリバと比べた時にドライブラッシュ強くないっていう感じ。でバーンアウト。バーンアウトはまあドライブゲージの一環だけどね。ドライブゲージの一環だけど、まあバーンアウトってものがありますよっていう。これはもう5です。はい。もう全然5です。俺ね、このバーンアウトって、いやまだ要するに、何にもしないととんでもないペナルティきますよって話だし、でさ、そのドライブゲージを使いすぎた時にバーンアウトするのって、まあ、どうなのかなっていうか、まあなんかゲージ管理むずいなって思ってたわけ。まあ別にそれは悪い意味じゃなくてね、すごいゲージ管理むずそうだなって思ってたんだけど、結局フードとかと対戦して思ったのは、自分が追い詰めてる時のバーンアウトって大して痛手じゃないじゃん。大して痛手じゃないんだよね。でそれがすげえいいなと思った。積極的に使う分には別にバーンアウトしてもそんなにやばいことなんないんだって思ったから、これめちゃくちゃいいなと思う。で削りが復活するとか、通常技のなんだっけ、ガードした後に、フリーフレームが増えるとか、画面端だと地獄とか、めちゃくちゃいいの。大好きこのシステム、バーンアウト。なんならバーンアウトなかったらドライブゲージシステムの評価は結構下がるまである。いやでもまあ平均かなり高いね。これ平均相当高いよ。45355 2、3、4.5、35、1、552、4、5、2、3、4、3、3。これめちゃくちゃ高いっす。これめちゃめちゃ高いですね、正直。神ゲーですか。それはね、まだわからない。わからないっていうか、神ゲーになる可能性が高いと思ってる。めちゃめちゃ高いと思ってる。ただ、この、まあ、パリだったり、あとは、モダンだったり、まあ、ここら辺だよね。ここら辺がどうなるかだよね。ここら辺によってはゲームが壊れちゃう可能性があって、まあ、それはね、調整できると思うんだけど、コンセプトやよし。思想が正しい。このゲームは。攻めた人間が偉いんだっていうメッセージがひしひしと伝わってくる。だから、仮にそうじゃない要素があったとしたら、修正されるんですよ。そういう風に。これってゲームを消極的な方向に持っていってしまってたね。ごめんなさい。じゃあ、ちゃんと弱くしますねっていう風に多分なる。で、この根っこの思想がひん曲がってると、なんかよくわかんないお見合い芸人が出来上がるわけですよ。
だけど思想はマジでしっかりしてるから、土台のね。そうだからこのゲームは俺はまあ心配しなくていいと思う。発売したばっかの時にここちょっといびつだねっていうことはあるかもしれないけど、まあ大丈夫。根がいい子なんでこの子は、この子は根がいい子なんで大丈夫だと思います。